高島ファルコンズの千秋です。安藤です。韓国プリクラが日本で流行っとるっていう話をしていきたいんやけど、韓国プリクラが何かっていうと、韓国語で陰線根っこって言われるプリクラ機のことで、これ日本語訳で人生4カットっていう意味らしいんやけど、人生で最高の4カット写真が撮れるプリクラとして日本国内に出展してきとるんよな、この陰線根っこっていうプリクラ機が。おしゃれ。で、これが利用者が10代から20代の女性客が中心で、2023年に延べ約2760万人が利用するぐらい人気になっとると。で、元は韓国なんやけど、韓国ではこの陰線根っこが2017年に出始めたもので、どういう特徴があるかっていうと、4つの画像を縦に配置したコラージュ画像が撮れるフォトブースで撮影を楽しむっていう新しいプリクラのスタイルで、元はプリクラは日本発祥のものなんやけど、韓国でこうやってちょっとスタイルを変えて、で、それがまた日本に戻ってきてすごい流行しとるっていうことで、東京に進出してきて、で、その後大阪とか、今年は九州の福岡、博多で撮影ブースのが設置されて、どんどん日本国内で進出がされとるっていうことなの。なるほどな。で、流行りのきっかけは、韓国、文化というか、韓国の流行りのよくある話なんやけど、K-POP とかドラマ、映画で、取り上げられたりしたことがきっかけなんやけど、4コマ写真みたいな感じで、1回で4枚の写真が撮れるんやけど、4コマ漫画のように縦に配置されたフォトシートが仕上がるんやけど、これが表情やポーズなどにバリエーションが加えられるから、写真なんやけど動きが感じられる仕上がりになるっていう特徴があって、さらに日本のプリクラと違うポイントが、あえて盛らないプリクラってことで、加工が控えめで、盛らん撮影スタイル。明るくしたり暗くしたりっていうフィルター機能と白黒写真にできるっていう機能はあるんやけど、顔のパーツの加工とか落書きっていう機能がないん。シンプルなんやな、じゃあ。最近の若い世代に SNS のトレンドの一つである、あえて盛らない自然体の写真が撮れるっていうことが韓国プリクラの特徴だと。これが日本でも、日本の TikTok とかでも若者の間でアナログ回帰じゃないけど、あえて加工しないっていうのがトレンドになっとるから、それに乗っかって今流行りになっとるっていうことなの。実際、俺も去年韓国に行ったんやけど、若者が多くいる街で、プリクラ専用の施設があって、そこに長蛇の列ができとったんを見たんよ。プリクラで。日本のプリクラってゲーセンにあるイメージだと思うんやけど、そうそう。韓国の場合は、プリクラだけの建物があって、カーテンの中に入ったらもうプリクラ機があってっていう感じで、ゲーセンにプリクラ機の筐体がボンって置かれとる感じではなくて、それが一つの壁で仕切られとって、で、入り口が何個もあって、カーテン開けたら中にプリクラ機があるみたいなスタイルなの。今、日本にできたやつもそういうモチーフみたいな感じの立て合いになっとんねや、じゃあ。そういう感じになっとって、一回前の写真撮るので、料金が500円なんやけど、プラス200円で、カチューシャとかネックレスとか、そういう装飾みたいなことができるようになってるみたい。建物自体も SNS 映えするようなカラフルな感じになっとって、写真を撮った後でも出来上がったそのプリントシールと一緒に建物の中で写真撮ったりして、そういうのも楽しむっていう。さらに撮れるみたいな。今、そんな感じなんやな。プリクラっていうとさ、俺ら今31歳だけど、中高生の時にさ、流行っとったっていうイメージがあるやんな。そうそう。だから15年前ぐらい。だから久しぶりにこういうプリクラの話聞いたけどさ、もう下火になっとんのかと思ったけど、こうやって復活しとってってのは意外やな。スマホの流行とか台頭によってな。そうそう、スマホが出てきたからさ、プリクラじゃなくてスマホで加工できるからさ、プリクラ必要ないんじゃないかなと思って。いや、だって自分たちがさ、学生の頃はまだガラケーでさ、加工とかも盛んじゃなかったから、それこそプリクラで加工、原型がないぐらいにやる感じやったんやんか。そうやな。だからあえて、そうやって昔の文化に逆戻りすることで、プリクラのプリントシール出来上がったやつをスマホのケースの中に入れたりして装飾するっていうのが、俺らの時もそのガラケーのさ、裏側に貼ったりしとったやん。それと同じようなことをしとんのよ、今の若い子たちを。時代は巡るなっていう感じだけど。いやでも個人的には今の時代のそのシンプルなありのままのプリクラの方が好感持てるけどな。今みたいにアプリでガチガチに加工したやつよりはな。そう。そのちょうど俺たちが中高生の時、2006年とか9年ぐらいか。一応その時もブームっちゃブーム。プリクラの歴史で言うと、一番最初に出てきたのが1995年で、その時にスマップの I Love SMAP っていう番組で取り上げられたことで爆発的に流行って、
でもそれが2年ぐらいで収縮して、すごい勢いでプリクラが減ってったんやけど、その後に2000年頃に落書きとかが出てきて、この時が第二次プリクラブームらしいよな。その後の2005年、だから俺たちがちょうど中高生の時に目をでかくするとか肌を真っ白にするっていうこういう加工の時代が始まった。加工全盛期な。今、2010年ぐらいからなんやけど、ナチュラルな加工に変遷していったっていう歴史がある。だから今のプリクラ機は割と、今の日本のプリクラ機は結構ナチュラル志向なものが多いらしいな。最近は全然撮らんからわからんけどな。いや、俺も大学生以来撮ってないからな。でも、プリクラの市場規模って97年の一次ブームの時は1000億円超えとったんやけど、今はもう200億円規模に落ち込んどるっていう。5分の1やな。確かに、これら学生の頃、女子はめっちゃプリクラ撮りたがっとったけどな。女子同士であったり。遊びに行くならプリクラがついてくるのが当たり前やったけどな。デートとかでも。そう、だから付き合ったりしてもさ、デートでプリクラを撮らされるんよな。彼女から。そうそうそう。プリクラって女が可愛くなるものであってさ、男まで補正かかってさ、男気持ち悪くなるよ。気持ち悪くなるな。黒目がやたらでかくなってさ、別人になるやん。出来上がった写真見るのめっちゃ嫌やったわ。俺もやわ。で、しかもその写真をさ、当時のさ、SNS、モバゲーとかさ、ミクシーとかに上げられるやん。個人ホームページとかな。で、それさらされるんがもうな、めっちゃ嫌やったな。あ、確かに。気持ち悪い、自分で見ても。恥ずかしいしな、普通に。男でプリクラ好きなやつっておるんかな。おるんじゃ、チャリで来たみたいな。プリクラと撮ったやつらおったやん。チャリで来たみたいな。プリクラの落書きとかも嫌いやったな。もう書くことねえからさ。あ、そうやな。あれってさ、ちゃんと2つさ、落書きする画面みたいなのがあってさ、それぞれ役割分担されるよな。そうそう、だから分担させられるとした時あってさ。だからなんか落書きせなあかんだけど。いやもう俺もわからんから日付ばっか書いとったわ。日付とそこで撮ったか。俺らの場合やった。近くにさ、当時のジャスコとかあったからさ。インジャスコとか、セガとか。セガとかな。タカジャヤとか。インタカジャヤとか。ああいうのもセンスがな、ちょっと問われるから。でもあれ結構画期的でさ、プリクラの回転率を上げるために、プリクラ撮っとる時に、その先に撮っとった人が落書きできるんよ。はいはいはい。だから2組同時にプリクラ機を使えるっていう回転率を上げる画期的な仕組みやったらしいよ。そうなんや。でも落書きもな、時間制限あってな、結構せかされるんよな。ああ、そうやな。時間制限あったよな。だからああいうの慣れとる女の子とかやったらいいけど、男はさ、そんな日頃意識せんからさ。他のプリクラを見ることもまあないしな。だからどういうこと書いていいかわからんねんな。でも今の韓国式プリクラやと落書きがないし、加工もないから、ないから、そんな恥ずかしさもないし、今俺らはまあもう撮らんと思うけど、俺らみたいな中高生は撮りやすいんじゃない？助かっとる。もともと日本で始まったプリクラが韓国に行って形変えてまた戻ってきたっていう、もう逆輸入やんな、いわゆる。面白いよな、これな。いくら流行っとるとはいえ、俺らのさ、この年齢でプリクラ同級生が撮っとったらちょっとさ、痛いなって思ってしまうけどな。いいですね。さすがにちょっと、それを堂々と SNS とかに上げとったらちょっと嫌やけどな。叩かれそうやけどな、こういうこと言うとな。外野がとやかく言うなっていう。そうそう。いやでも実際持ってしまう人おると思うけどな。俺らみたいに。俺らの同級生って言ったらもう30、やろ、30、31。うん、いや、ちょっと痛いな、きついな。いつまで若者気分なんやっていう。だからこの年でギャルメイクしてるみたいな感じやんな、要は。確かにな。あれ学生やからな。いいよな、プリクラの文化って。そうやな。制服とかでさ。うん。さっきも言ったけど、プリクラ撮ったやつを、今やと透明のスマホケースの中に入れたりしとるらしいんやけど、それってさ、スマホ落とした時に犯罪に巻き込まれたりするんちゃうかなって思う。いや、確かにな。可愛い子のスマホやってバレたらな、いろいろいじられたりして、中身解析されてな、良くない犯罪に巻き込まれてきそうだわ。いや、確かにな。リスクはあるよな。今の子とかもプリ帳みたいなの持ってないんかな。プリ帳はないんやな。わからん。どうなんやろな。アナログすぎるか。まあアナログ回帰の時代やからな。ありえるわな。当時は手帳みたいなやつで、プリクラ帳みたいなのがあったわ。そうやな。パッとった。今後、よっぽどのことがない限りプリクラ取らんやろな。当時やったらまだしも今はちゃんと断れるからな。そうやな。当時は確かに付き合ったりしてもコミュニケーション取れやんからさ、相手の言うがままというか、なすがままにプリクラと撮ったな。今やったらもうそんな撮りたくねえわって言うけどな。言える。だって今俺らがな、学生と付き合うことなんてないやろうし。それこそさっきのやつじゃないけど、年考えろよってもう言える年代やからさ。まあでも加工は今はせんくていいからさ、俺らも韓国旅行とか行った時にこの人生4カット体験してみてもいいんじゃないか。ああ、やってみても、それはそれでいいかもな。まあその観光の一種としてな。
男同士で撮るのはありかもしれんな。実際そういう観光の一種として撮る日本人がおるみたいやな。韓国旅行行って韓国プリクラ撮ってみようみたいなノリで。はいはい。韓国旅行とかこれから予定がある人は韓国プリクラ、陰線猫やってみては、撮ってみてはいかがでしょうか。そんな感じで今日は韓国式プリクラの陰線猫が日本で流行っているっていう話をしてみました。ありがとうございます。はい。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。